1984年、ラジオ放送員とオペレーターたちがエルサルバドル共和国エルモゾーテの廃村に足を踏み入れました。その夜、ホタルの光が照らしたのは3年前に起こった大虐殺の傷跡。ドミンゴ・モンテローザ大佐率いる政府軍兵士が553人の子供を含む978人を拷問、性的虐待し殺害したのです。最年少の犠牲者サンチェスちゃんは生後わずか3日でした。アメリカとエルサルバドル両国はこの虐殺の事実を否定しました。この大殺戮の事実を語れる人はほとんど生き残っていませんが、生存者の一人ルフィナ・アマヤがラジオベンセレモスを介してモンテローザ大佐とこの殺戮に資金を提供した政府の両方を公表しました。この大虐殺はエルサルバドルの農民に行われた長い残虐行為の一つに過ぎません。1800年代以降、一握りの下等政治家たちが国土を支配し、労働者をほぼ無賃金で働かせていました。1932年、農民たちが反乱すると独裁政府はこれに対抗し農民たちを大量虐殺しました。その後も軍事独裁政権が次々と誕生し、裕福な地主たちと組み国を支配しました。1960年代に入るとアメリカからの軍事援助で独裁政権の勢いは増すばかりでした。アメリカは資本主義を脅かす改革運動や革命運動を阻止しようとしたのです。アメリカはエルサルバドルの兵士と死の部隊と呼ばれる残忍なファシスト軍部隊を巨額の資金で訓練しました。1970年代にはこれらの部隊が生活賃金、食料、飲み水などの権利を求めて組織を作った農民たちを殺戮しました。ついに1980年、農民と都市労働者はファラブンド・マルティ民族解放戦線 FMLN を結成しました。この連合組織は独裁政権を打倒し、労働者の要望を満たす社会主義社会のために戦いましたが、組織の革命家たちはあらゆる方向から攻撃されました。モンテローザ大佐はアメリカの軍事学校で学んだ戦術を使い、 FMLN の壊滅に特別大隊を結成し、農民の反乱軍への参加や援助を阻止し、農民を恐怖に陥れました。しかし一つの反乱軍がこれに立ち向かいました。ラジオベンセレモスのオペレーターたちです。この秘密の反乱軍ラジオは1981年にスタートし、サンティアゴとマリポサという2人の放送員がこの革命の声となりました。彼らは前線からニュースを発信し、他では放送されない軍事的虐待を暴露し、その政治性と凶暴性から攻撃対象となりました。彼らは狭い地域で活動していたため、大体に捉えられないよう常に移動しなくてはなりません。そこで探知されないように2台のラジオを電話機に改造し、地方に張り巡らされた有刺鉄線につないでラジオを発信しました。この秘密の電話線は反乱軍が追っ手の一歩先を行くのに役立ちました。反乱軍の支配下にある地域ではニュースや教育番組も放送されました。農民が評議会を組織し、自律的な統治を行い、組合、学校、診療所などが設立されました。また革命が資本主義と家父長政治の両方を打倒するよう、組織者は評議会に民間女性の参加を促しました。そのため反乱軍の約3分の1を女性が占め、様々な役割を担いました。一方、モンテローザ大佐はラジオベンセレモスの破壊に躍起になっていました。1984年10月、ついに改造ラジオは政府軍兵士に奪取され、モンテローザ大佐は自ら回収に向かい、破壊者へ決定的打撃を与えたと芝居がかった記者会見を開きました。しかし実は反乱軍が先手を取り、改造ラジオに爆弾を仕掛けていました。記者会見後、モンテローザ大佐がヘリコプターに乗り込むと、ラジオ放送員たちはエルモゾーテ上空で装置を爆発させ、自身が虐殺を犯した村近くで彼を殺害しました。この死は大きな戦いへの勝利の一つでした。その後も内戦は8年間続き、1992年には和平協定が結ばれ、抑圧的な国家警備隊は解散し、 FMLN が非選挙団体になることが許されました。しかしこの和平協定は深い構造的な不平等の解決にはなりませんでした。1993年、国連の真相追明委員会は戦争中の7万5千人以上の死亡を報告しましたが、エルサルバドル議会は戦争犯罪の訴追を妨げ、今日も裁判を妨害し続けています。2021年現在も加担したアメリカ政府関係者は裁判にかけられず、戦争犯罪で判決を受けたのはエルサルバドル政府の1名のみです。アメリカ国内でも歴史の抹殺は存在します。
アメリカが中米国へ介入した歴史や過去の事件は公立学校ではほとんど教えられません。しかし犠牲者たちは忘れ去られることを拒みます。ルフィナ・アマヤは2007年に亡くなるまで自らの証言を伝え続け、また他の虐殺生存者は国による暴力を非難するために今も活動しています。彼らは過去の虐殺現場の地図を作り、愛する人の亡骸を探して埋葬し、保護区域や展示館を作り、公正な未来を目指しています。歴史がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。ジュリアス・シーザーに対する陰謀からバナナの暗い歴史まで、毎週様々なアニメーションを公開しています。